今回はフェラーリ F310 のパート1です。ミハエル・シューマッハのドライビング。今回は車の話は出てこなくて、シューマッハのドライビングについてです。以前にもベネトンの B195 でシューマッハのドライビングを紹介しましたけど、今回はさらに細かくシューマッハのドライビングを見ていきたいと思います。この1996年当時、関係者の人たちが語ってくれた、あと一部本人が語ってくれた彼のドライビングについてです。フェラーリへ移籍した96年、3勝を挙げたシューマッハ。マシンの速さではなく、間違いなくシューマッハの腕によっての勝利。そのドライビングを改めて分析する。ベネトンからフェラーリに移籍したシューマッハですけども、マシンの出来は決して良くなかった96年ですが、公約通りでしたかね。確か3勝するって本人も言ってたと思うんですけど、その通り3勝しました。車が速くて勝てたなんてレースは1個もなくて、間違いなく彼の腕によって勝てたわけですけど、彼がどんなドライビングをしているのかというのをね、改めて見ていきたいと思います。まず技術者の皆さんはシューマッハのドライビングをどう思ってるのか。この当時フェラーリのマシンをデザインしてたジョン・バーナードさんはこう言ってます。シューマッハのターンインのアグレッシブさはまさにマンセル譲りだし、スロットルを早めに踏み込むのはまさしくプロストのスタイルじゃないかな。トップドライバーたちと仕事をしてきたジョン・バーナードさんですけど、コーナーのターンインはマンセル譲り、スロットルを早めに踏み込んでコーナーから出ていくのはプロスト譲り。この二大巨頭のいいとこ取りをしたのはシューマッハのドライビングって言ってるんですかね。すごい褒めてますよね。彼の場合、そこからスロットルでバランスを取る。これはとんでもない集中力を要求するスタイルだよ。長丁場のレースでは特に難しいはずだが、彼の場合、集中力を維持させることに何の苦労もしていないようだ。速いスピードでコーナーに進入して、その後素早くアクセルオンする。そのドライビングは、すごい集中力を要求されるはずなんだけど、シューマッハは苦もなくやってるようだって言ってますね。やっぱりバーナードさんから見ても、これまでのドライバーとは違う技術、体力、集中力ともにちょっと別格だなと感じてるような文章ですよね。で、次はパトリック・ヘッドさんですね。あくまでオンボードカメラからの映像を見た感想だよ。シューマッハはひっきりなしにステアリング操作をしているようだね。パトリック・ヘッドさんはライバルチームにいるからデータロガーを見てるわけじゃないので、あくまで映像から見た推測を言ってるわけですね。彼はフロントのグリップが強力なマシン、つまりターンインの楽なマシンを好むようだ。釣られてマシンのリアが回り始めたら、彼はステアリングワークとスロットルを合わせてこれをコントロールしている。パトリック・ヘッドさんの見立てでも、鋭くターンインするマシンを彼は好むと。で、曲がり出したらスロットル操作、ステアリング操作でコントロールしていると。言葉はちょっと違いますけど、さっきのジョン・バーナードさんってほとんど同じこと言ってますよね。そんなシューマッハなんですけど、シューマッハが自身のドライビングについて語るのは消極的。他のドライバーにみすみす真似する機会を与えるようなものだからね。僕がどこでブレーキングしてシフトして加速するかをなぜ教えなければならないんだい？シューマッハは自分のドライビングを語るのは基本的に嫌なようです。ここで言ってる通り、他のドライバーに真似されちゃうからですね。で、どこでブレーキングしてシフトして加速してるか、なんで教えなくちゃいけないんだって言ってますね。おそらくシューマッハはドライビングそのものはあくまでドライバー各自が考えることであって、他のドライバーに情報を教えるものじゃないっていう考え方みたいですね。それはその通りだと思うし、彼が言ってるこういったドライビングというものは、もうこの当時データロガーという情報でデータという形で見ることができるわけですけど、それを見られるのをシューマッハは非常に嫌がったようです。95年にハーバートと組んで、ハーバートにセッティングデータを積極的には見せないようになったって話を前紹介しましたけど、シューマッハが一番見せたくなかったのは、このドライビングのデータロガーだったみたいですね。この時メディアで伝えられてたのは、シューマッハがハーバートにセッティングデータを見れないようにしたみたいな形だったと思うんですけど、全然違いますよね。要するに自分が考えたドライビングを人に見せる気はないと。で、セッティングデータを知りたいんなら、勝手にそっちのエンジニアが聞きに来いってことですよね。これも前も言いましたけど、
何かあるとシューマッハが悪いようにメディアは伝えてたような気がしますね。はい。なので、テレビであっても雑誌であっても書いてあることを全部鵜呑みにしちゃいけないんですね、本当に。はい。話が戻りまして。じゃあ今度はドライバーの声を紹介しますね。92年にシューマッハと一緒に組んでたブランドルですけども、僕は足に事故の古傷があるけど、それでも彼と同じくらいまでブレーキングを遅くすることはできた。ただし、彼のブレーキングを見ると、ペダルを踏み込む力を時々加減しているのがわかるけどね。以前作ったドライビングの分析についての動画でも紹介しましたが、シューマッハは基本的にレイトブレーキングだと。だけどブランドルが言うには、足に古傷がある僕でも、彼と同じぐらいの、レイトブレーキングはできたと。要するに、誰も真似できないようなとんでもないレイトブレーキングをしてるわけではないと。だけど、そのブレーキングを踏み込む力は加減をしている、コントロールしているって言ってますね。ただ単に減速してるわけじゃないと。彼の場合、最初は勢いよく踏み込んでいるけど、時間が経過するにつれて徐々に緩めていってるようだ。ターンイン時にマシンが横に流れても構わないと考えているみたいだね。ブレーキの踏み始めは強く踏むんだけど、その後は弱めていっていると。ターンイン時にマシンが横に流れて、要するにこれはシューマッハはオーバーステア気味にコーナーに進入して曲がっていきますから、あくまでシューマッハにとってのブレーキングは減速もしてんだけど、減速をかけつつオーバーステア気味の体勢を作るための準備期間っていうかね、そこでもう車の姿勢をリアが回りやすいような体勢にしていってるんでしょうね。コーナー出口でスロットルを使ってマシンをコントロールするのと同じように、入り口部分ではブレーキペダルをコントロールしているんだ。見ているものとしてはただただ驚くばかりだよ。どんなドライバーもコーナーの立ち上がりでアクセルをコントロールしながら素早く加速するわけですけど、シューマッハの場合、それと同じようにブレーキングでのコーナーの進入も細かくブレーキペダルをコントロールしていると。で、当然これ96年なんで、まだブランドルさんも現役ですけども、通常レーシングドライバーっていうのはライバルのことは認めないはずなんですけども、このシューマッハのドライビングに関しては認めてるんでしょうね。ただただ驚くばかりだって。真似できないってことでしょうね。で、次は、95年一緒に組んでたハーバートですね。ドライバーのほとんどはブレーキングから加速に移る間に一瞬のインターバルがあるものだ。この瞬間を利用してマシンを落ち着かせ、加速すべき方向を定めるんだ。これも以前の動画でも紹介しましたけども、F1 ドライバーっていうのは、それまでのトップドライバーであっても、ブレーキングからターンインの間に、多かれ少なかれ、車の姿勢を落ち着かせるインターバルというか、間を取って車の状態を落ち着かせて加速する。それがごくごく普通であったわけですよね。ところがシューマッハにはこのインターバルがない。彼はブレーキペダルを離したらいきなりスロットルを踏みつけるんだ。よほどの自信がなければできないことだと思うよ。シューマッハはそれまでのセオリーを無視したかのような、ブレーキペダルから足を離した瞬間にもうアクセルを踏み出すんですね。これも前から紹介している通り、だからといってシューマッハは乱暴にアクセルを踏むわけじゃなくて、そのコントロールが非常に繊細だから速いわけですけども、それにしてもよほど自信がなければできないことだと思うよと言ってますね。やっぱりハーバートほどの速いドライバーでもシューマッハのそのやり方は特殊なんでしょうね。じゃあブランドルとハーバートの今の話を図で見たいと思います。前回も紹介したこの同じ図を使いますので、左側のシューマッハの絵だけを見てください。参考に右にプロストが書いてありますけど、この左の図を見てもらうと、シューマッハは平均的なブレーキングポイントを通り過ぎてからブレーキングを開始します。なのでレイトブレーキングではあります。だけどブレーキを踏みながらそれを加減する、コントロールしてます。いわゆるスロットル調整の区間に入るんですけども、彼の場合、この赤の矢印が次の水色の矢印にくっついてますよね。さっきハーバートが言った通り、間がないんですね。ブレーキペダルを離した瞬間にもうアクセルペダルを踏んでると。で、クリッピングポイントから加速していくと。遅くブレーキを開始して、ブレーキをコントロールしながら、オーバーステアに持っていくと。で、ブレーキを離した瞬間からアクセルを踏むと。要するに無駄な時間がないってことですよね。ブレーキングすることと加速することと、曲がることが無駄なく組み合わさってるってことですよね。で、ハーバートの話に戻りまして、ただしこれはリスクを承知で犯しているのではなくて、
あくまでうまくいく確信があってやっていることだ。特殊なドライビングをしているわけですけども、アーバート曰く、そう、シューマッハは無謀にやってるわけじゃなくて、確信があってそうやって走っていると。でも、どうしてそういうことができるのか。はい。シューマッハはこう言ってますね。僕はコーナーに進入する前にどれだけのスピードが許容限度か分かった上でやっている。体中の神経がグリップレベルを伝えてくるんだ。闇雲に突っ込んでその結果に反応するというのは僕のスタイルじゃない。すべてを予測し考え抜いた上でやるのが僕のスタイルだ。どんなスピードでコーナーに飛び込めばいいか分かっているし、その場の結果に反応して運転してるわけじゃないと。それは僕のスタイルじゃないと。すべてを予測して考え抜いていると言ってますね。根本的にシューマッハがこういうドライビングが得意だったとしても、じゃあどうしてここまで確信が持てるのかって不思議ですよね。その答えの一部が、やっと分かりました。それをね、この当時ベネトンの空力風洞担当をしてたウィレム・トーエさんが語ってくれてます。この方私知らなかったです。初めて知ったんですけど、ウィレム・トーエさんがシューマッハがベネトンにやってきた時のそのあたりからの話をしてくれてます。彼が最初に頼んだものの一つはスピードメーターだった。最初はみんな笑ったよ。レーシングドライバーはタコメーターを使うんだから。その通りですね。そもそもレーシングカーっていうのは F1 だろうがなんだろうが、スピードメーターっていうのはついてないですよね。タコメーターだけ。で、もちろん、セナだろうが、プロストだろうが、マンセルだろうが、皆さんスピードメーターはありません。タコメーターだけでしたよね。なので、シューマッハがスピードメーターが欲しいって言ったもんだから、みんなが笑ったって言ってるわけですね。でもなんでスピードメーターが欲しかったんでしょうかね。彼はタコメーターだけでは足りない理由として、コーナーを3速で抜ける場合と、同じコーナーを2速で抜ける場合、実際に加速が向上するのか知りたいんだ。ギア比を変更すると回転数しかわからないと参考にならなくなる。はい。まあこれ英語の文章をね、無理やり日本語にしてるんで、ちょっと読みづらいかもしれないんですけど、要するに3速でコーナーを抜けるのと、2速に落として抜けるのと、どっちが速いのか、それを知りたいんだけど、タコメーターだけだとギア比が変わればまた回転数は変わっちゃうし、ここではそう書いてないですけど、ホイールスピンしたりね、そういう現象が起きれば回転数っていうのはまたずれるし、要するにこういうことだと思うんですよね。シューマッハにとって、そのコーナー早く脱出できたかどうか、どんだけ速度が乗ったかを確かめるには、スピードメーター、速度計だったらそれは絶対的なデータとして参考になるんだけど、この場合のタコメーター、回転数っていうのは絶対的な基準にならないと。ギア比だの何だの条件で変わっちゃう。だから速度計が必要なんだって言ってるってことですよね。シューマッハの車にはなんでスピードメーターがついてたんだろうっていうのが、要するにここなんですけど、彼は頭がいいというかね、非常に物理というものをよく分かってますよね。で、次に、スピードメーターが読みづらいと感じた彼は、こう言った。コーナーの真ん中、アペックスを狙っているときは、スピードに集中するのが難しい。状況が目まぐるしく変化するので、スピードメーターを見ても最低速度を確認できないんだ。実際にスピードメーターをつけてもらったんですけど、オンボードカメラで皆さん見たことあると思うんですけど、すごいちっちゃいデジタル表示のスピードメーターですよね。で、もちろん加速したり減速したりデジタル表示がぐるぐる変わるわけですから、激しいコーナーリング中にそれを読み取って最低速度を確認するっていうのができないって言ってるわけですね。それはそうだと思いますね。いくらシューマッハでもそれは無理じゃないかなと思いますね。で、彼の解決方法はディスプレイを3台に増やすことだった。真ん中にリアルタイムスピードメーター、左にはコーナーでの最低速度を表示。ブレーキを踏むまで速度表示が維持され、ブレーキを踏むとリセットされる。右はスロットル全開1、2秒経過するまでの到達した最高速度を表示させ、前のストレートの最高速度を読み取りたいっていう要求をしてきたんですね。これめちゃくちゃ頭いいですよね。この当時まだ、GPS は使えなかったでしょうから、位置を決めて速度を読み取るっていうのがまずできないっていう前提で考えてますよね。で、自分の知りたい情報をリアルタイムで見るにはどうすればいいだろうってシューマッハは考えたわけですよね。まあ真ん中は現在の速度が出てると。
で、左にはコーナーでの最低速度を表示。で、それがブレーキを踏むとリセットされると。だから1個前のコーナーで何キロまでスピードが落ちたかってわかるわけですね。で、次に右側はスロットル全開になった1、2秒経過後の最高速度を読むと。まあそうすれば直前で全開した時の1、2秒後、場所によってセットの仕方を変えるんでしょうけど、速度がどんだけ乗ったかってわかるわけですね。これをセットすることによって、その特殊なドライビングの、分析というか確認ができるわけですよね。突っ込みすぎてて、スピードが落ちすぎたんじゃないかとか、それによって結局、その後のストレートのスピードが乗ってないんじゃないかとか、それ全部確認できるわけですよね。彼はギア比、ドライビングスタイル、レーシングラインなどを試し、セットアップを評価するためにも使っていました。これ写真は B194 だと思うんですけど、B195 かな？確かにスピードメーター3個ありますよね。シューマッハはこれで1個前のコーナーの最低速度、1個前のストレートでの速度、それを確認することによって、コーナーごとにどのスタイルで曲がるのがいいかっていうのを、フリー走行とか予選の中でもう作って叩き込むわけですね。で、もっと言うと、シューマッハはデータロガーの分析が抜群で自分の走りと一致させて説明することができたっていうことも前紹介しましたけども、おそらく走りながらこの速度を確かめて分析していることによって彼の中にはもう走った時点でデータのある程度のインプットが頭にあるんでしょうね。それを実際のデータロガーと合わせて、この区間はこうだったよとか、この走り方の時はそれがこの部分だよとかっていう風にエンジニアたちに説明できるんだと思います。で、これができることによって、ブランドルはこう言ってますね。彼はコーナーリングの始めから終わりまでスピードをほとんど無駄にしないんだ。普通、ターンインでスピードの高いドライバーは、出口付近ではかえって遅くなるものだ。この逆も成り立つ。ところがシューマッハの場合は両方の良いところを組み合わせているんだ。コーナーの入り口から出口まで等しくスピードをキープしているから彼はタイムを稼ぐことができるんだ。もともとそういったドライビングスタイルである。さらに彼は自分で走行中にそれが分析できるように速度計を3つつけてそれを工夫することによって全てのコーナーで無駄がないように組み立てるわけですね。全てのサーキットでここまで自分の走りを分析して組み立ててるって考えたらシューマッハには誰も勝てないって思っちゃいます。彼がまだこの当時若くて体力のトレーニングも人一倍やってたわけですから、それによってドライビングが支えられてるわけですけども、とにかくそれも含め、全て含めて本当に勝つために努力を惜しまないドライバーであるというのが、これで皆さんもよく分かっていただけたかなと思います。シューマッハのドライビングは、もう一個動画作るつもりです。ぜひ見てください。毎度言ってますけど、皆さんコメントありがとうございます。ごめんなさい、全部返せなくて。すみません。仕事してたりいろいろあってごめんなさい。言い訳ですけど。でもね、高評価も皆さんいつも押してくれて、チャンネル登録者も本当にどんどん増えて、もうすぐ6000人いきそうですかね。大変嬉しいです。本当に動画作成、チャンネル運営は末永くやっていこうと思ってますので、あとね、皆さんコメントくれますけど、誰かがコメントくれて、私じゃない他の方がそのコメントに答えてとかもやってくれてますけど、全然それでも構わないですから。皆さん同士で、盛り上がっていただければ。私が必ずコメント返せるわけじゃないし、的確なコメントできるわけじゃないので、一つのコミュニティというかね、それはそれで皆さん同士で盛り上がっていただければ、全然私の本望なんで、また次も動画作りますんでよろしくお願いします。